こんにちは、こしおです。今回の動画では2025年も終わりに近づいてきたということで、ちょくちょく要望があったもののタイミングが見つからず作っていなかった磁気スイッチティアリストを作っていこうと思います。このティアリストは2025年12月23日現在までに自分が触ってきた KS20 個間の磁気スイッチ59種類から作成しています。評価基準に関しては完全に自分の好みで、打鍵音・打鍵感が評価基準の体感約9割を占めています。残りの1割は軸ブレや動作の安定性、価格、ファクトリールームなどを考慮しています。基本的にハンドル部を行った状態での評価となりますが、ストック状態でもいいと感じたスイッチやコストパフォーマンスの高いスイッチの紹介もするので、良ければ最後まで見ていってください。それではティアリストの方を見ていきましょう。はい、ではまずはじめに C ティアからです。C ティアは個人的にあまり好きではないスイッチや動作の安定しない古いスイッチなどを選んでいます。日本国内で1万円以下で販売されている磁気キーボードに搭載されているスイッチなんかは基本的にここに入っていることが多いです。はい、次に B ティアです。B ティアは可もなく不可もない普通と感じたもののほか、いいところはあるものの欠点がそれを打ち消してしまっているスイッチもここに入っています。一部に人気のあるオータムサンセットはここにあるアッコーフラッシュマグネティック、同じくアッコーのアストロエーム、タイタンネーションのマイアミ、この3つと素材も金型も同じなので、ほとんど同じものと思ってもらって大丈夫だと思います。それと、ここにフラックス入ってるのって思う方もいると思うんですが、個人的にトップアウトの音が大きいスイッチがあまり好きではないので、ルブしても改善しないフラックスはここに入っています。はい、次に B プラスティアです。ここには A ティアまではいかないものの魅力を感じるスイッチを選びました。このジェリーズイルイスイッチは、ボトムアウトの音は個人的にすごい、もう一番好きと言っても過言ではないぐらい好きなんですけど、どうしてもトップアウトの音が、不快な音が消えないっていうので、ここに入っています。はい、次に A ティアです。A ティアはかなりレベルの高いスイッチが揃っていて、この中に入っているものは自身の好きな音の傾向に合っていればかなり満足できるスイッチたちだと思います。このフアノオメガはカチカチと高音が鳴るいわゆるクリッキーサウンドと呼ばれるような音のスイッチです。自分はあまりクリッキーサウンドが好きではないんですが、そんな自分でもオメガに関しては、かなりいい音だと感じたので、クリッキーサウンドが好きな人はぜひ試してほしいスイッチです。はい、次に S ティア。ここからはトップ10の紹介となります。それぞれのスイッチについての簡単な紹介とサウンドテストを行っていきます。S ティア1つ目はフィーリーなライトニングです。このスイッチの特徴は軸ブレの小ささです。いろんなスイッチを触ってきましたが、このスイッチに迫る軸ブレのスイッチはあっても、これより軸ブレの小さいスイッチには出会ったことがないです。ここまで軸ブレがないのに、ステムの動きが鈍いとかもなく、気持ちよくタイピングできます。高めの打鍵音なんですが、ドッキー構成と合わせるとしっかり低い音も出るので、いろんな構成に合わせられる万能なスイッチだと思います。エスティア2つ目はカエルのジェリーフィッシュです。このスイッチは聞いたことがない人も多いと思うんですが、非常にクリアな打鍵音が特徴的なスイッチで、クラッキー構成にぴったりなスイッチです。UR スタジオのアイスウルトラとかが好きな人はこれも好きなんじゃないかなと思います。エスティア3つ目はユニオンウェル、ポーラーシリーズとスノーシャインです。それぞれ分けようとも思ったんですが、
違いはあるものの、音の傾向自体は似ているところもあるので、ユニオンウェルのスイッチまとめてのランクインとなります。打鍵音はコロコロとかカロカロみたいな好みの分かれる音だと思うんですが、自分はルブをするとめちゃくちゃ好みの音です。磁石部分が覆われているスノーシャインはストックの状態でもいい音が鳴るので、ルブをしたくない人にはそちらがおすすめです。ユニオンウェルのスイッチは軸ブレが小さいのに加えて、ステムと磁石部分の分離構造によって動作の安定性が高いのも魅力の一つです。エスティア4つ目は WS フラックスオーシャンウィスパーです。B ティアの時にフラックスが苦手だという話をしたと思うんですが、オーシャンウィスパーはトップアウトの音がしっかりとミュートされています。ボトムアウトの音は低めで、A ティアのフラックスディープクラッキーで感じた低い音と磁石特有の甲高い音の混在のようなものをオーシャンウィスパーではあまり感じないので、本当に別物になった感覚です。めちゃくちゃいいです。エスティア最後5つ目はガテロンジェイドデルタです。ジェイドデルタはガテロンの最高傑作です。コツコツとした高めの打鍵音がとても気持ちよく、気づいたらジェイドデルタが乗っているキーボードを触っているなんてこともあるくらいです。打鍵音は大きめなので FR4 かそれより柔らかいプレートと組み合わせることをお勧めします。はい、ここからは SS ティアトップ5の紹介です。SS ティアは誰が触っても満足できるんじゃないかと思うぐらい自分が好きなスイッチが入っています。SS ティア1つ目はウーティングレッカーティッケンです。正直ストック状態では擦れ感やバネ鳴りがひどくいまいちなんですが、ルブで化けます。柔らかい打鍵音と打鍵感でクリーミーやソッキーな音が好きな人には刺さるスイッチだと思います。磁気スイッチでは珍しい 4mm ストロークで、長めのストロークが好きな自分にとっては打鍵音も打鍵感も最高のスイッチです。SS ティア2つ目は UR スタジオアイスウルトラです。アイスと名前についているように非常にクリアな打鍵音を楽しむことができるスイッチです。今年の前半に発売されたスイッチですが、打鍵音の完成度に関してはこのスイッチを明確に超えるものはほとんどありません。クラッキー構成に合わせるのがおすすめですが、どんな構成にも合うスイッチで、トップ10の中で最安クラスということもあり、おすすめの磁気スイッチはと聞かれたら真っ先に思い浮かぶスイッチです。
SST は3つ目は UR スタジオ IceMax です。このスイッチは Ice Ultra の前身で、IceMax の素材などはそのままに金型を変更したのが Ice Ultra です。もう廃盤となってしまっていて入手が困難なのでこのティアリストに入れようか迷ったんですが、好きすぎるので入れました。アイスウルトラの打鍵音を少し厚みのある低い音にしたような音でめちゃくちゃ好みです。1月に入手してから11月にメインキーボードを新しく組むまでずっと自分のお気に入りとしてメインキーボードに採用していました。入手困難で人にお勧めできないのが辛いです。SST は4つ目はグラバスター UFO です。まず見た目が UFO の形でめちゃくちゃ面白いです。もちろん見た目だけではなく低めのハキハキとした音が鳴るスイッチで、音だけで言えばストック状態では WS フラックスディープクラッキーの上位互換だと感じました。特急光線に合わせるとぴったりだと思うんですが、クラッキー光線にも合わせることができる万能スイッチです。形状が特殊なので通常のスイッチオープナーで開けることができず、ルブ化大変で時間もかかるのだけが欠点です。ストック状態でもかなりいい音なので、ルブさえしようとしなければ扱いやすいスイッチだと思います。最後に SST は5つ目。現状自分が最も気に入っているスイッチはキートックノバです。トランクディアシアンスイッチの素材違いで低めの静かな打鍵音です。ストック状態でも1位に選ぶぐらい打鍵音がいいです。ルブをするとトップアウトの音がミュートされてさらに静かな打鍵音になるので、金属製のプレートと組み合わせるとハキハキと気持ちいい打鍵音になります。低い打鍵音が好きな人にめちゃくちゃおすすめです。最後に番外編として、スイッチを初めて交換するよという初心者の方に向けたコスパが良くてルブも必要ないスイッチ、そして音も万人受けしそうなスイッチを3つ簡単に紹介していきます。1つ目は MMD-C1 です。日本国内でも安価に入手ができて、音も少し低めのスコスコとした音がルブをしなくても楽しめるのでおすすめしやすいスイッチかなと思います。2つ目はフィニナライトニングシリーズです。個人的に軸ぶりの小さい黒をおすすめしたいんですが、日本国内での取り扱いがなくなったのと、ホワイトは触ったことがありませんが、ピンクも十分優秀なので、シリーズ全体としておすすめしておきます。このスイッチの説明はさっきした通りなんですが、今紹介している3種類の中で一番レスポンスよく打鍵できるので、連打はライトニングがこの中で一番しやすいんじゃないかなと思います。最後に3つ目は UR スタジオアイスウルトラです。こちらも先ほど説明した通りコスパが良くストックでもいい音です。人気もあって使ってる人が多いので、何もわからないよという人はとりあえずこれを買っとけば間違いないかなと思います。以上が自分の2025年磁気スイッチティアリストです。
磁気スイッチは動作の安定性のためにボックスステムの採用が多い印象ですが、自分はノーマルステムが好きなので、来年はもっとノーマルステムで多検温のいいスイッチが発売されることに期待したいです。このティアリストはあくまで自分の好みでランク付けしていて、人によっては下のティアに入っているスイッチが好みだよっていう人もいると思うので、あくまで参考程度にして自分にとって最高の磁気スイッチを見つけてください。それではご視聴ありがとうございました。